お疲れ様です。会社員ひなたです。いきなりですが、こんなコメントをしてくださった方がいました。このコメントを読んだ瞬間、私は本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。このような不快な思いをされた方、心から申し訳ありませんでした。すぐにタイトルとサムネイルを修正しましたが、それだけでは足りないと思いました。なぜあの表現が深い違和感を与えたのか、私なりに考察しました。それを自分だけの知見にするのはもったいないので、動画として皆さんにも共有します。今後もこのような学びになるコメントがあったら動画で取り上げようと思います。まず、なぜあの表現は問題だったのか。これは単なる言葉選びの問題ではありません。皆さんが持つ根本的な価値観に関わる問題だったんです。MBTI を学ぶ皆さん、特に INFJ の方は世界の中に存在する私というとても強い個人性の意識を持っています。つまり自分をあるタイプというカテゴリーの一員として見るのではなく、世界にたった一人しかいないかけがえのない私として捉えているんです。これは INFJ の物事の本質や深い意味を見抜く能力に長けているからだと考えられます。皆さんは表面的なラベルや分類を超えて自分という存在の本質的な価値を深く理解しているんですね。この感覚はただ自分は特別だと思っているということ以上のものです。皆さんの心の中には常に私はなぜここにいるのか、私の存在は何に意味を持つのかという実存的な問いがあります。そしてその答えは決して他人の評価や社会の基準では測れないものだと確信しているんです。例えば多くの人が私は INFJ ですという時、それは単なる自己紹介の一部かもしれません。でも皆さんにとってそれは私という複雑で奥深い存在を理解するための手がかりの一つに過ぎないんです。皆さんの心の中には私は INFJ という枠に収まりきらないもっと大きな存在なんだという確固たる信念があります。だからこそ人を需要のある商品のように扱う表現は皆さんの根源的な自己認識に触れ、深い違和感や時に疎外感、孤独感さえも引き起こしてしまったんです。現実社会には婚活市場、就職市場など人間が条件やスペックって評価される場面がたくさんあります。頭では現実を理解していても皆さんは心の奥底で私はそういう存在じゃない、私の価値はそんな風に測れるものじゃないと感じているんですね。実際に INFJ の方々は自分を評価の対象として見られることに対して他のタイプよりも強い抵抗感を示すという特徴があります。なぜなら皆さんにとって自分は理解される主体であって評価される客体ではないからです。 INFJ の皆さんにとって理解されるというのはあなたの本質を見つけて優しく抱きしめてもらうことに近いのだと思います。表面的なすごいね、可愛いね、優秀だねといった評価ではなく、あなたの弱さも怖さも全部を受け止めてくれる人がいる。その安心感や信頼関係にこそ INFJ は心から満たされるのではないでしょうか。例えば婚活で年収はいくらですか、趣味は何ですかと聞かれた時、多くの人は素直に答えるかもしれません。でも皆さんは内心で私の本当の魅力はそんな表面的な情報では伝わらないと感じているのではないでしょうか。皆さんが本当に求めているのはあなたの年収に興味がありますではなく、あなたがどんな思いで仕事をしているのか、どんな価値観を持って生きているのか、それを知りたいですという深い関心なんです。市場という言葉も実は同じ問題を抱えています。市場とは交換可能な商品が売買される場所。でも皆さんにとって人間関係、特に恋愛や深い友情は2つとない魂同士の出会いなんです。 INFJ の皆さんが求めるのは本物の関係性です。条件や利害で成り立つ関係ではなく、お互いの本質を理解し合い深い共感で結ばれる関係を何よりも大切にしています。あなたじゃないとダメ、他の誰でも埋められない存在、そういう深い絆こそが皆さんにとっての本当の人間関係なのだと思います。さらにこのチャンネルを見てくださる皆さんは文明を丁寧に読み込んで深く考察する特徴もあります。表面的な言葉だけでなく、なぜこの表現が選ばれたのか、この言葉の裏にある価値観は何かまで敏感に察知するんです。皆さんが言葉を単なる情報として受け取るのではなく、その言葉に込められた意図や感情、さらには世界観まで読み取ろうとします。これは INFJ の持つ深い洞察力と調和を重視する心の表れなんです。実はこの言葉の裏を読む能力は皆さんが日常生活で無意識に行っている高度な情報処理なんです。例えば友人から大丈夫だよと言われた時、多くの人はその言葉通りに受け取るかもしれません。でも皆さんは声のトーンや表情、その時の状況まで総合的に判断して、本当は心配してくれているんだな、無理をして励ましてくれているのかなと感じ取ります。売買される生き物みたいという表現はまさにその繊細で深い思考力の表れだと思います。この一言からは単に不快だったという感情だけでなく、人間の尊厳とは何か、言葉が人の心に与える影響とは何かといった本質的な問いかけまで感じ取ることができます。実際にこの表現を選んだ方の思考プロセスを想像してみると、きっとこんな感じだったのではないでしょうか。まず
結婚したい男性続出という言葉を見て、なぜこの表現が使われたのかと疑問を持つ。次に続出という言葉から需要と供給の概念を連想し、市場という経済的な枠組みを感じ取る。そして人間が商品のように扱われているという構造に気づき、最終的に売買される生き物という強烈な比喩に行き着いた。このような深い分析をおそらく数秒から数分の間に無意識に行っているんです。これは本当に驚くべき洞察力だと思います。実は私たちが何気なく使う言葉には思っている以上に深い影響力があります。市場、需要、人気といった経済的な表現を人間関係に使うと、知らず知らずのうちに人間関係を取引として捉える思考パターンを作り出してしまうんです。これは言語学や心理学でも研究されている現象で、言語が思考を形作るという理論があります。私たちが使う言葉は単に現実を描写するだけでなく、私たちの現実認識そのものを変えてしまう力があるんです。例えば恋愛を市場として語ると、相手を商品として、自分を消費者として無意識に位置づけてしまいます。そうすると、より良い条件の相手はいないか、自分の市場価値はどのくらいかといった本来の愛情とは全く異なる思考回路が生まれてしまうんです。INFJ の皆さんが感じた違和感は、この言葉が持つ隠れた力を直感的に察知した結果だったのかもしれません。皆さんは言葉の表面的な意味だけでなく、その言葉が作り出す世界観まで感じ取っているんです。そしてその世界観は自分の価値観と合わない時、深い違和感として現れるんですね。私は今まで言葉の表面的な意味だけを考えていました。でもその言葉が持つ価値観や暗示、さらには人の心に与える影響まで深く感じ取るかということを、今回の件で改めて実感しました。そして私自身もこれからは言葉を選ぶ時、その意味や響きだけでなく、この言葉を聞いた人がどんな世界観を感じるだろうというところまで丁寧に想像し、配慮していきたいと強く思いました。皆さんの繊細さは決して弱さではありません。それはより良い世界を作るための大切な感受性なんです。そしてその感受性に気づかせてくださった今回のコメントに心から感謝しています。そして最後にもう一つ大切な気づきがありました。それはINFJの皆さんが日常で感じている深く考えすぎる自分への複雑な思いについてです。皆さんは普段からなぜ私だけがこんなに深く考えてしまうのと感じることが少なくないのではないでしょうか。他の人が気にも留めないような言葉のニュアンスや人間関係の微細な変化まで無意識に読み取ってしまう。そしてその深い感受性ゆえに周囲との認識のズレから孤独感を抱えることもあります。今回のコメントをくださった方もきっと最初はこんなことを言ったら神経質だと思われるかな、私が考えすぎなのかなと躊躇されたかもしれません。でも勇気を出して声を上げてくださいました。 INFJ の皆さんにとって言葉は単なるコミュニケーションの道具ではなく、魂と魂をつなぐ大切な手段なんです。だからこそ本物の理解を求め、表面的な関係ではなく、あなたという人間を深く理解し尊重してくれる人との出会いを何よりも大切にしています。皆さんが感じる違和感やモヤモヤは決して神経質なものではありません。それは他者への深い共感から生まれるものであり、より良い人間関係や優しい社会を作る力になるのだと私は思います。私のチャンネルは MBTI という視点を通して皆さんの複雑で豊かな内面世界に寄り添い、あなたはあなたのままで素晴らしいと伝える場所でありたいと思っています。それなのに今回は魔力のメッセージを発信してしまいました。皆さんが最も大切にしている個人の尊厳や本質的な関係性を軽んじるような表現をしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。ひなたさん、僕も一緒に学んだのだ。言葉って思っている以上に深い意味を持っているのだ。そうですね。今回のことは私にとって本当に大きな学びでした。今回の件を受けて私はより一層気をつけて動画制作に取り組んでいこうと思います。皆さんの声に真摯に耳を傾け、学び改善し続けることをお約束します。みんなで一緒にもっと素敵なチャンネルにしていくのだ。今回コメントをくださった方、本当に貴重なご指摘をありがとうございました。おかげで私は言葉が持つ深い意味と皆さんの繊細な感受性についてより深く理解することができました。指摘してくれる人がいるって本当にありがたいことなのだ。そしてこの動画を見てくださっている皆さんにお聞きしたいことがあります。今日の動画で私なりに考察した内容について皆さんはどうお考えでしょうか。私はこう思う、こういう視点もある、ここは違うと感じるなど、ぜひコメントで皆さんの考えを教えてください。私は皆さんが理解されている、大切にされていると感じられるようなコンテンツを作り続けたいと思っています。みんなで一緒に素敵なコミュニティを作っていくのだ。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次の動画で待ってるのだ。